こんにちは、ミニマリストの小野です。2026年の1月に福岡から東京に引っ越してきましたので、新しいお部屋のルームツアーをしていきます。私は小6の息子と小4の娘がいるシングルマザーなんですが、この引っ越しのタイミングで息子が元夫と暮らすことになり、私は娘と2人暮らしになりました。このお家は東京都内の団地で 3DK、キッチンとこのリビングと6畳の和室が2つあります。それではリビングから紹介していきます。リビングにあるのは基本的にこの3つだけです。左の椅子は福岡で使っていたものをそのまま持ってきました。テーブルは今回新しく購入しました。アルテックの95テーブルというものです。こちらの椅子もこのテーブルに色味を合わせて購入しました。椅子はどちらも IKEA のものです。夜はここで娘と2人でご飯を食べています。次にキッチンを紹介していきます。本来であればここにコンロを置くんですが、コンセントの位置の関係でこことここを入れ替えて使っています。シンクの中は以前とあまり変わりがないかと思います。無印良品の詰め替え容器にヤシの実洗剤を入れていて、スポンジは酸酸スポンジ、排水口のゴミ受けはステンレスのものに付け替えて使っています。シンクでお皿を洗ったら、この水切りマットの上に置いて乾かします。しばらく置いて乾いたら、釣り戸棚の方に移動させます。娘と2人になってから毎日の晩ご飯は一汁一菜で固定していて、ご飯とお味噌汁と少しのおかずという感じになっています。それに合わせてご飯やお味噌汁が美味しく食べられるように食器のラインナップも入れ替えを進めました。持ち物の詳細については概要欄に貼っている持ち物リストから確認していただけると嬉しいです。このまま戸棚の中を紹介していきます。お皿の上の段は娘のお弁当箱や水筒が入っています。次に左側の戸棚です。上の段はキッチンペーパーのストック、下の段は調味料とローリングストックの非常食などを収納しています。引っ越してきてから自転車で買い物に行くようになったので、かさばる消耗品類は一部ネットでまとめ買いするようにしました。1段目にはサランラップや袋類が入っています。この白い袋は生ゴミを入れる防臭袋です。2段目はお薬や裁縫道具など生活に使う小物を収納しています。3段目、4段目とシンクの下はゴミ周りを収納しているので、ここは非公開とさせていただきます。コンロ台の下の収納には鍋類を置いています。現在はザルとボウル、やかんが1つとティファールの鍋と卵焼きフライパンを使っています。やかんは麦茶を入れているので冷蔵庫の中に入っています。こまごました調理器具やカトラリーは換気扇の下にこのように収納しています。それでは次に洗面台を紹介していきます。この洗面台はかなり作りが小さくて、いつもだったら扉の取っ手のところにタオルをかけるんですけど、ここにつけてしまうとかなり低くて使いづらいので、この洗面台と壁の横にある三角のスペース、ここに斜めに突っ張り棒を渡してタオル掛け兼ヘアアイロンの収納場所として使っています。ドライヤーは無印のクリップに引っ掛けてコンセントを挿したまま収納しています。洗面台備え付けの収納には毎日使うものだけを置くようにしています。洗面台下の収納です。これは子供の髪を切るためのバリカンとすきばさみが入っています。このポーチの中には化粧品やストックがたくさん入っています。こちらがお風呂場です。お風呂場はなかなかレトロな作りになっています。石鹸類は3つです。メリットのリンスインシャンプーとオイルクレンジングと牛乳石鹸です。牛乳石鹸は顔と体を洗うように使っています。このスポンジ状の石鹸受けは無印良品のもので、このまま掃除にも使うことができます。こちらはお風呂場の前です。お風呂場の前には無印のワイヤーバスケットを2つ置いています。片方には新しいタオルと下着、もう片方には脱いだ服を入れています。こちらが洗濯機と乾燥機です。前の家で使っていたものをそのまま持ってきました。洗濯機とお風呂場に少し距離があるので、洗面所のカゴをここまで持ってきて洗濯しています。掃除機も前の家から持ってきたマキタをそのまま使っています。こちらが私の寝室です。2025年の秋頃、腰痛がきっかけで敷布団からニトリのマットレスに買い替えました。マットレスの上にパシーマの敷きパッドを敷いています。掛け布団はニトリの温度調整掛け布団です。枕元です。
前の家で使っていたアクリルディスプレイが余っていたので枕元に取り付けて寝る前に使うものなどを置いています。今回のお家でも天井の照明はなるべく設置しないようにしていて、特にこのお部屋は昼間明るくて夜はほとんど寝るだけなので、この小さいライト一つで賄っています。寝室の押し入れです。ここが私の私物の収納スペースになっています。ステンレスの突っ張り棒を取り付けて衣類の収納にしています。今見えているものは使用頻度の高いもので、使用頻度の低いものは見えない左側の奥の方に置いています。ここには PC などのガジェット類を置いています。下の段です。下の段にはバンカーズボックスが一つありますが、中には過去の領収書や書類、思い出グッズなどが入っています。普段は使いませんが必要なものたちです。以上、新しいお部屋のルームツアーでした。娘が大きく成長したことやプライバシーの観点から今までのように全ての持ち物やお部屋を見せることはできなくなりましたが、持ち物の詳細については有料ノートにまとめておりますので、概要欄のリンクからそちら見ていただけるとすごく嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。